hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the canおはこんばんちは、ししまるです。おはようございます。最終日の食事となりました。今日は日本から持ってきて常備食として置いてたものけど、ポックンキムチムインヤンプンって言って無印良品で売ってるものと、あとはこれお気に入りのどこやったかな、ヤンバンやったかな、ヤンバンの韓国のチングがおすすめしてくれたので海苔ですねと、こちらのお米をこれポックンキムチって普通のキムチと違ってもう作られたキムチなんで、どっちかって言ったらもう混ぜご飯と一緒に食べていけるので、こうやってのせて、日本食っていうか韓国食が半食が恋しくなる時あるんですけど、実はこのホテルの1階に韓国料理屋さん入ってるんですけど、カムジャタン22ドルプラスタックスプラスサービス料でカムジャタンちょっと食べようと思っただけでも5000円ぐらいするので食べる気なくしました。食べていきます。うまっ。はい、てなことで始まりましたししまるです。今からですね7時にホテルを出発いたしまして、空港の方に向かってるんですけれども、見ての通りあんな感じでいろいろ食べ物持ってきてたんですけれども、最後余ってしまったのでもう全部食べました。まだ7時過ぎだったらちょっと日も出てないので、この時間帯では暗いですね。ただトラフィックが混雑がかなり多くなってきてます。通勤タイムに出くわしてしまいました。いやー、諦めきれずどうしても最後またインネンアウト食べたくて来たんですけど、どうやら閉まってそうなんですよね。まあ朝の7時から空いてるってことはないか。こちらはハワイから到着した時の動画でアップしておりますヒルトンガーデンインということで、1泊2万円ぐらいでした。とてもいいホテルでした。またよかったらご覧くださいませ。うん、気ぃつけや。ありがとう。じゃあね。帰っていった。はい、それでは LAX 空港に到着いたしました。今から手続きします。めっちゃ久しぶりにやってきました。大嫌いな LAX でもイミグレはないので帰るだけなんでよかったです。何もないけど、ここにおる犬が怖い。いつも思ってたけど怖くない？いやー、なんか LAX の空港に来ること自体もめちゃくちゃ久々。入国審査を受けずにロサンゼルスに来て、ハワイを通ってきたっていう理由は、LAX でイミグレを受けるのが嫌だったからハワイを経由することになったんですよ。実は正直なこと言って、特別ハワイに行きたかったかって言ったら、ハワイに行きたくてハワイに行ったわけじゃなくって、LX の審査がね、入国審査が本当に厳しいので、それを抜けるためにアメリカのどっかいいところないかなと思ってきたのが、もうぶっちゃけな答えっていう感じですかね。さて、ししまるとずっと一緒に旅をしていたチングなんですけれども、チングに関しては、実はまだ LX に残ってやり残したことがあるということでしたので、思う存分あとまだ、しばらく、日本には帰ってこないということでございましたので、空港まで送ってもらいました。なんかこうやってお土産見てても本当にすっごい値段しますよね。
もう正直買えるような値段じゃないもんな。獅子丸の身の丈に合ってないような値段ばっかりです。全部すっごい高いもん。でもね、ご飯に関してはそんな高く感じへんかったかな。そんなもんちゃうんっていうのが、現状ですかね。そんなもんやと思いますよ。なんか食べたいもん食べれたから自分的には満足してます。どっちかというとヨーロッパの方がひどかった。アメリカに関しては今現状だいたい150円弱ぐらいで計算してるんですけど、まあそんなもんかなっていうのを想定していってたんで、そんなにしんどくは感じませんでした。今日はちょっと空港の感じをお届けしながら、皆さんと一緒に楽しめたらいいかなと思っております。 LX 自体収国ゲートをちょっと久々に見ましたが、パッと見た感じ元気ないですね。どうなんやろうな。これ多分出国する時間が早いからなんかもしらん。出発便なんですけれども、獅子丸が乗る便は、10時出発なんですよ。だからそう思ってるんかもしれないですね。もうちょっとお昼出発とかなったら人が多いからそんなに感じないのかもしれないです。ちょっとお腹空いてんけどさ、機内食も出るからさ、めっちゃ悩むわ。いやもうなんかここまで来たらめちゃくちゃお酒飲んで酔っ払って寝たいな。実は数時間前にテキーラを浴びてもうこのまま寝たろう思ってたんですけど、結局一睡もしてないですよ。10時発でもったいない精神が勃発しまして、結局朝帰ってきてでチング起こしてで送ってもらったっていう感じなんですけど、いやーお腹空いたな。なんか食べようかな。でちょっとそうした空港事情ということで、空港を見に行こうかなって思います。なんかね、いつもトゥーゴーするところとか食べるところはここでした。なんか美味しそうなんないかな、見ていこうかなと思います。実はこういうところでお水を買ったらめちゃくちゃ高かったはずなんですけど、ヨーグルト食べたいのにヨーグルト8ドルする。8ドルのヨーグルトの自信はないかな。このサラダ普通にめっちゃ美味しそうやわ。めっちゃ美味しそう。見て、このサラダ美味しそう。このサラダ食べたいけど20ドルぐらいする。3500円ぐらい。もうなんか断食しようかなって思うやろ。そんなこんなでめちゃくちゃお腹空いてたんですけれども、結局コスパのいいパンダにすることにいたしました。皆様どうでしょうか。ぜひコメントご意見お聞かせくださいませ。みんな何食べるんやろ。我慢できへんかったので食べることにしました。シュリンプ食べたかったんですけど、シュリンププラス4ドルエクストラって言われたんで諦めました。いただきます。空港のパンダは高い。座るでスプーンもないらしい。でも味は悪くないぞ。すっごい気になる。来た。あんなんで落ち着いて食べられへんわ。やばい貧乏ゆすり気になる。はい、まあそういう感じで向こうからしたらこっちが一人で喋ってるの気になると思うけど、まあそういう感じですごい長旅しました。久々に
でいつも遊んでるチングなんで、本当にもう家族のようなチングなんで快適に過ごせたんですけれども、家族とかいろんな人の理解がないといけないので、痛感いたしました。本当に置かれている状況が幸せなんだなと改めて感じました。海外に来たら絶対アジア料理食べたくて節約したかったらパンダ行くよね、みんな。でも円安やからそんなに安く感じへんし、まあそんなこんなで一旦ちょっと食べることに集中したいと思います。さて乗り込みました。今回はですね、実は事前座席購入と言いまして、どうしてもこの長時間フライト長く乗るので、足を絶対に伸ばしたかったんですよね。でもビジに乗るのは、予算が足りなかったので、それだったら今なんかプリエコみたいな名前のやつがあるらしいんですけど、それ、スマーティウムやったかな、それを選択しました。これ選択してよかったなって思ってます。プラス200ドルなので約3万5千円ぐらいなんでしょうかね。それぐらいでこの快適な足得れるので大満足しております。また後ほどレビューしたいと思います。それでは、最後のフライトとなります芦屋まで帰ります。はい、そんなこんなで間もなくしたら飛行してから1時間後ぐらいに機内食まず1回目出てきたんですけれども、今回長距離線ということで約13時間のフライトでございます。獅子丸朝の10時 LAX ロサンゼルス国際空港から出発いたしまして、インチョン国際空港には翌日である14時50分に到着いたします。で、飛行時間が約13時間の中で機内食が3回出るんですけれども、まず1回目ということでもう楽しみにしてました。ようやく韓国料理食べれる。そしてアシアナは個人的には世界一好きな機内食なんですよ。なんでかというともう韓国料理が大好きだからです。ほんまに好きなんです。はい、こんな感じでビビンバを作っております。とりあえず全部ぶち込んで、お米も入れて混ぜて食べるっていう感じなんですけど、皆さん多分見てたらわかると思うんですけど、韓国旅行行くときは獅子丸 LCC が多いんですけど、長距離線に関しては今回アシアナ利用させていただいておりまして、なんでかっていうと一つは最後のフライトになるからです。アシアナに関しては2026年から27年の間におそらく経営統合ということで、大韓航空の方に移管されるはずなんですね。なのでこれちょっと最後のフライトかなっていう感じで噛み締めながら乗ろうと思って乗っております。ちなみに余談なんですけれども、韓国のチングたちも長距離に旅行行ったりとか、本当に遠いところに長旅行くチングたちはコチュジャン持っていくらしいですよ。そんなこんなで5時間ぐらい寝ました。はい、いただきますということで5時間後ぐらいにおやつが出てまいりました。何が出てくるかな、めっちゃ楽しみ。多分軽食だと思うんですけど、はい、出ました。パンチーズケーキ。これねめっちゃ美味しかった。ふわふわでしかも熱くてサクサク。もうコーヒーといただいて大満足いたしました。そして最後の機内食でございます。ロングフライトアシアナの最後の機内食、獅子丸はこちらスパゲティパスタを選択いたしました。でこれはね到着する2時間前ぐらいに出てきた機内食なんですけれども、配合分がちょうど良かったですね。約13時間のフライトの中でこんだけ食べてるんですよ。一歩も歩かずに。もうなんかすっごい太りそう。たらーん、楽しみです。ちょっとこれはどんな味するかな。はい、今回最後ということで獅子丸は赤ワインを注文いたしまして、これさ手前にあるのサラダも若干マカロニ入ってるようなで、パスタスパゲティですよねと、あとパンがあるのでもうまさに炭水化物祭りになるんですけれども、小麦粉をたくさん摂取してしまうことになってしまうんですが、美味しかったのでよしとしましょう。
はい、ちなみに皆さんお分かりだと思うんですけれども、いろいろな問題で食べれない方とか指定ある方っていうのは事前にホームページの方でご予約されてみてくださいませ。もう最後のメロンとか果物ペロッといただきました。さて、座席についてちょっと簡単にシェアしようかなって思ってるんですけれども、今上席の 10K に座っております。足がこんだけ伸ばせれるので最高なんですけれども、足穴に関しましてはプレエコノミーの代わりにこういう感じでスマーティウムみたいな名前のなんかちょっとプレエコっぽい感じのがついてるんですよね。で、事前座席指定をすると、ここの獅子丸からあと3列後ろまでは枕ヘッドレストがちょっとカラーが違うカバーがかけられてて、座席購入者用みたいな感じで書かれてたりするんですけれども、獅子丸が購入してるのは国際線としてドル表記で200ドル支払ってるので約3万5千円弱になるんですが、韓国で発見される方はもっとお得です。支払いの通貨がドルかウォンなんですよ。で、ウォンに選択しようと思ったら韓国で発見しないとウォンにはならないです。で、ウォンで支払いすると約2万2千円でこの座席に乗ることができますので、お得情報でございます。はい、てなことで無事到着いたしました。今からですね、トランスファーせずに一旦入国やっぱりしようかなって思います。もしめちゃくちゃ混んでたら引き返そうかなって思います。レッツゴー。約13時間のフライトでしたね。いや、入国しようと思ったんですけど、めっちゃ時間かかってるわ。やめよう。諦めた。入国やめ、乗り継ぎします。あかんか、あれ、あんなん絶対無理や。3時間しか時間ないところで今入ろうと思ったんですけど、あんだけ並んでたら中4時間あるって言ったとしても1時間前に帰ってこないといけないので3時間で、多分入国に1時間かかるとして無理ですね。めちゃくちゃ混んでたし。はい、てなことで今から空港で遊ぼうと思います。まず一旦それではトランスファーの手続きしたいと思います。ちなみにコンビニ行きたい人もしかしたら結構いてるかもしれないので、ここにあるそうです。3階の10番付近と45番付近らしいです。さて続きまして、もうこうなったら遊べるところとことん空港でいろいろサービス見てやろうと思うんですけれども、どういう施設があるのかちょっと見ていきたいと思います。今こちらにいてるんですけど、サービス施設って何があるんやろう。はい、この場所なんですけれども、どこにあるかと言いますと、こちらの、コリアントラディショナルカルチャーセンターというところにございまして、おそらくこのインフォメーションのところ12から25ゲートの角にございますので、ぜひ行ってみてくださいませ。はい、皆様よく通る場所だと思うんですけれども、インチョン空港で乗り継ぎやあと時間持て余した方にぜひここに寄ってもらったらいいなって思ってるんですけれども、めちゃくちゃおすすめ強くしたいなと思っております。で、ここで何ができるかっていうと、韓国の文化体験ができるんですよ。しかも無料で。で、伝統の文化体験ができるということで、今回はピンイっていう名前が昔呼ばれてたらしいんですけれども、今現在はペンイっていう呼び名になってるコマ、韓国の伝統のコマをモチーフっていうか、その本体をいただけて、そこに色塗りして、ご自身で持って帰れるということらしいんですよね。で、そのキットが一式いただけるんですよ。すごくない？韓国ってほんますごいなって思いました。で、こういう風に見てるとね、やり方日本語で書いてあるので、このまま食っていって見ていくだけなんですよ。で、要は強いコントラストで、色を線対称に入れていって、こんな感じで作るらしいんですよね。で、自由に色塗りできるらしいんですけれども、獅子丸もちょっとやってみたいなと思います。これでもなんかお土産にいただけるのはちょっと嬉しいですよね。日本でもこういう文化体験できてさ、なんかできたらいいのになと思うけど、これどうやるの？ちょっと待って、これさ、花びらどこにいるんだ？
こに塗るみたい。このアクリルに塗るんや。ししまるもよくわからないまま入室させていただいたんですけれども、待ち時間はもしかしたら場合によったらあるかもしれないです。で、予約とかはできなくて当日行っていただくと、順番に行っていける、入れていただけるっていうような感じなんですけれども、ちょっといろいろ約束というか規定があるらしくって、まず、トランスファーもしくは出発までに1時間以上ある方で、パスポートを提示してお一人様1回までということで体験できるらしいんですけれども、これ皆様はされたことある方いらっしゃいますでしょうか。意外としてるよとかやったよっていう方多そうですよね。ししまる今まで空港の中で体験して遊ぶっていうこと一切なかったから、今回はちょっとインチョン空港の中でいろいろ探検しながら新しい発見できてよかったかなって思ってるんですけれども、今回ですね、このししまるが体験させていただいておりますペンイっていう呼び名が使われてるコマらしいんですけれども、冬の雪や氷の上で子供から大人まで誰もが楽しんできた身近な遊びですっていうことで説明書に書いてるんですよね。このコマ回しをするらしいんですけれども、コマの上に伝統模様を描いて、その回転による視覚変化を体験できるコマ塗りキットっていうことらしいんですけれども、例題とか周りの皆様はもうほとんどお花模様を描いておりましたが、ちょっとししまるいいこと思いついたと思って書いてみたんですけど、見て、韓国の国旗模様にいたしました。めっちゃ可愛くないでしょうか。どうでしょうか。こちらに働かれてる方に皆さんにめっちゃ可愛いって言っていただきました。なんかししまる個人的にも気に入りました。てなことで、これどうやってつけたらいいのか、どうやって遊ぶのか分かんないんで、店員さんちょっと呼ばせていただきました。아, 이거 이렇게. 네, 근데 이렇게 해도 안 네. 넣어도 예뻐요. 아, 그래? 네, 이렇게 해서 네. 이렇게 돌리면서. 예쁘다. 네, 아니면 네. 키링 아까 그 끈 하얀색 있으세요? スタッフさんが丁寧に今教えてくださってるんですけれども、なんかね、キーリング、これつけるやつがあるらしくって、こちらを通して、でなんかバッグにつけたりとかしてお土産にしたりとかしてされる方多いらしいです。ししまるやってんけど、見てこれ、ほら、これ全然できへんねん。で、店員さんの方見て、やばくない？めっちゃ上手なんですけど、ほんまにこれペンイで遊んでる方とか遊ばれた方いらっしゃいますか？ししまる大概こういうコマ回しとか得意やねんけど全然無理やねん。ちょっとめっちゃむずくて、でなんかコツを聞いたんですけど、かわいい。なんかね、指先に結構力入れるらしいんですよ。でちなみになんですけど、未だにできてないですからね。でこれお土産としておんまにあげたんですけど、おんまもできへんって言ってました。でもうちょっと練習して遊びたかったんですけれども、他の海外の方とかも体験されたそうな感じで後ろにいらっしゃったので、ちょっと一旦お家で練習頑張ってしてみようと思います。1人多分約30分ぐらいかな、確か指定があったはずです。はい、そんなこんなでいつもインチョン空港に来たら恒例になってるんですけども、バスキンロビンスにやってまいりました。でこれがね、なんか今最近やってんのかわかんないんですけど、アイスとコーヒーセットで頼めるのあるんですよ。これがねまた美味しいんですよね。今からちょっとゆっくりいただきたいと思います。はい、皆様これ名刺イベントやってるのでぜひやってみてくださいませ。なんか毎月5名さんにプレゼント当たるみたいです。ししまるのチング当たってましたよ。はい、やってまいりました。最後にパリバ系ということで、インチョン空港に来ましたら、ちょっと時間がある時に買うんですけれども、パリバ系のパンを購入して帰ります。我が家は主人の歌丸がパン大好きでございますので、一番右にあるナンバーワンって書いてるウユシパンって書いてるんですけど、牛乳の食パンが一番一押しなんですけど、今手元にある左手にあるのがタンパク質の食パンなんですよね。どちらもおすすめでございますので、見つけたらゲットしてみてください。大概売り切れになってるのも多いので。
はい、なんだかんだ言って搭乗時間になりました。19時20分出発のフライトでございまして、2時間後に到着するようになってるんですけれども、1時間45分ですね、アシアナの場合は。なので21時5分着で乗るんですけれども、いや、なんだかんだ言って空港ですることあったから、まあ外出なくてよかったなって思っております。で、この動画が流れてる頃にはもう皆様いろいろオンラインで、入国できるようにスムーズになっておりますので、またいろいろ試されたらいいかなって思います。はい、最後の機内食、アシアナの機内食でございます。アジア路線のアシアナ便に乗るのもししまるめちゃめちゃ久々ですね。はい、美味しそう、やばい。めちゃくちゃ美味しかったです。あっという間でした。やっぱ機内食がついてたらさ、この一番ゴールデンタイムの夜の7時20分にちゃんとした夕飯の時間に食事取れるっていうのがいいかなっていうのはありますね。はい、やっと日本に帰ってきました。ししまるです。さていかがでしたでしょうか。かなりの長旅だったんですけれども、皆様一緒に旅に行った気分になってくれたかなって思います。それではちょっとでも面白かったなっていう方はぜひぜひいいね、チャンネル登録、ハイプボタンもよろしくお願いいたします。それではまたすぐにお会いいたしましょう。じゃあねー、ピポーン。ししまるチャンネル。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon.